はい、こんにちは。小豆島漁師浜井です。前回のですね、タイ漁、羽根漁に続き、今日は秋のサワラ漁に行きたいと思います。で、ちょっと風が吹いてるんですけど、1時間ぐらいかけて早速沖の方に向かっていきます。それじゃあ行ってきます。はい、それでは秋のサワラ漁に向かっていきたいと思います。まずはエンジンをかけて GPS 魚群探知機がセットになったやつとレーダーをつけていきます。久しぶりの声入れなんで緊張してあまり喋れないかもしれませんが、やっていきましょう。この日は風がめちゃくちゃ吹いていたので、船が流されないように急いで表のロープと友のロープ、表が前、友が後ろと言います。それを外してですね、急いで船をバックさせます。この時も船が流れたら大変ですから、その時にはい、というわけで沖に向かっていきましょう。ポイントはですね、港からだいたい1時間ほど走ったところになります。雄大な自然、綺麗な海、それらを見ながら、共に干している手袋を見ながらやっていきます。で、ここら辺航路なんで船がバンバン走っているので危険なので、それを双眼鏡で見ながらやっていきます。さあ、それではいよいよ時間が来たので網を入れていきましょう。こちらのトラバーサーを外して、下のねバタクリを回して、こちらの灯台、南側が青、北側が赤色の灯台をやっていきます。これをですね、綿のなんか変形なやつでくくって、青灯台をまずはぴょいと入れていきましょう。そしたら網を入れて船を前進させていきます。いや、夕日が綺麗ですね。そしてこちらのネットローラーがぐるぐると回って、岩がですね下に入っていかないようにバタクリがあります。さあ、そしてこの受けをつけて、これをね等間隔でつけて流すことから流し差し網と言います。ここからの説明はもう完璧ですね。それでは入れていきましょうで、こちら回転灯といってですね、今網をやってるよという印のランプでございます。そして30分ほどかけて網がやり終わりました。エンジンを止めましょう。はい、じゃあ網がやり終わりました。短い足は忍べて1時間ぐらい待ってくりたいと思いますので、しばし休憩でございます。綺麗な夕日が沈んでいっております。はい、で暗くなってきたんでもうちょいしたら来るんですけども、秋ザワラってほんとね、僕らのとこはめちゃくちゃ取れないので、3本取れたらいいとこだと思ってください。じゃあぼちぼち繰ります。はい、なんとですね、私顔のいつも顔 iPhone で撮ってるんですけど、それを入れるのを忘れておりました。こういうミスも面白いかなと思ってそのまま継続させていただきます。今だから iPhone のねボタンをポチッと押して、録画開始して私の顔がおそらく出てきたことでしょう。それでは暗くなってきたので網を繰り進めていきましょう。およそ1時間ほど海の中を流しておりました。まず青灯台、南側ですね、南側から上げていきます。で、どっちから上げるかっていうもですね、風の向き、それから磯がどこにあるか、灯台がどこにあるかというので、それで考えてやっております。それが間違えると来る時にね大変なことになるので、それじゃあ油圧のスイッチを入れてレバーを上げて機械を回していきましょう。こちら油圧で回っております。油圧っていうのはですね、油の力です油の圧力。なんだと思ったらね、めちゃくちゃ網が汚れてる。で、網が汚れていると、汚いのはもちろんなんですけれども、やっぱ魚のかかりが悪くなるので、まずエンジンポンプを始動させて、それでこの噴射ノズルから水がねバーッと吹き出ます。じゃあこんな感じで、網がきれいになるという。で、この噴射ノズルちょうどねトラサーバーの上についてて、トラサーバーが動くんですけど、噴射ノズルの位置も動くのできれいにねずっと洗えるような感じです。さあ、網を進めてくりいくんですが、さっきも言った通りですね、サワラは非常に秋ザワラ僕らの場所、少ないので全然ね上がってくる気配がありません。多い年だったら20本ぐらい取れる時もあるんですけど、今年はねかなり魚自体が少ない。で、1匹目来ました。こちらはサバゴですね。サバの子供となっております。逃がしましょう。で、2匹目、秋鯛がやってきました。タイはですね冬が結構美味しいんですけど、秋もね超えてきててかなり美味しいです。で、また油圧スイッチを入れて食っていきますさあ、2匹目、またタイですね。肝心というか狙っているサワラが来ません。サワラかなと思ったらこちら秋のハマチですね。正直なところですね、ハマチって秋でも夏でもそうなんですけど、天然のやつってね僕らのところというか、瀬戸内海
だけかはわからないんですけど、結構虫がいたりして赤いのが特徴です。身とかね。だからツバスの方がね、案外脂も乗って美味しいんですよ。で3匹目もハマチが来ました。みんな元気で、ハマチがいるってことは餌がいるってことなんですけれども、なんでかねサーラが来る気配はありませんでした。他にもねスズキとか来てもいいかなとは思うんですけれども、いやサーラが来ないね。サーラが来ないね。なんかねサーラが来ないねと思っていたら、アバって言って上の部分と網がね完全に分離している状態になってます。なんで破れとんか知らないんですけど、なんでかまた破れとって、また直すにめっちゃ時間、半日かかります。もう最悪です。もう今年これで網の大破れは2回目でございます。もう網直すの大変で、実際に、もう直してはあるんですけど、3時間ぐらいねかかったんじゃないかなと思います。ちょっと持っちゃいました。で今なんかハマチ生かしてて1つ生かさなかったんですけれども、目を見てもらった時に目がねもう飛んでるっていうんですけど、なんか飛んでるんですよ。生きる気がないみたいな、それは経験で分かります。そういうやつは締めます。でこちらなんとですね、マナガツオの赤ちゃんが来ました。かわいいですね。もうマナガツオはかかったらほとんど死んじゃうんで、これはもうどうしよう、おかずにする。でも逃がしましたね。生きていればいいんですけど。でやっとサーラが来ました。秋ザワラ、美味しい秋ザワラです。ババン小さいんですけどかなり超えて見えますね。秋ザワラはね本当に脂が乗っていて、非常に美味しいです。春は春でね、小餅、それから白子餅で身もあっさりしてて美味しいです。でこちらヒラが来ました。岡山県民に愛されるお魚の一つです。でなんかめっちゃ喜んでますねといったところで、ヒラソウダガツオが来ました。僕ら茶袋って呼んでるんですけど、こいつがねめちゃくちゃうまいんですよ。瀬戸内海で取れる唯一の本当のカツオみたいな感じです。これがめちゃくちゃ美味しい。で残りも少なくなってきました。はい、じゃあ結局サーラは1匹、他の魚もそんなに多くないんですが、この日の漁は終了してしまいました。で漁が終了したので、このネット周りをガチャガチャごちゃごちゃ触ってですね、で残りの、取れたハマチとか、タイも生かしておきます。いやー、ハマチが5匹ぐらいでタイが4匹ぐらいでしょうか。少ないですね。で、他のものは氷に入れておきます。で最後に船を洗ったら、僕らも洗って帰りたいと思います。はい、じゃあ終わりました。はっきり言ってもう全然ダメでしたけども、しばらくスズキ狙いになりそうです。ただね、やっぱ秋最初の初物であるサワラは明日いただきたいと思います。じゃあ帰ります。はい、というわけで帰ってきて次の人になりました。残念ながらねサーラ1匹だけで、今年もサーラ少ないからもうしばらくスズキ漁に切り替えてやっていきたいと思います。で今日はこちら、昨日1匹だけ取れた秋ザワラです。で秋ザワラって本来めっちゃ超えとるんですけど、ちょっと場所が場所なんで微妙な感じです。で今日はですねこの日のために藁も買って、わら焼き秋ザワラの塩たたき丼、これを作っていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。じゃあまずサーラの体表をこすります。包丁でしこってください。しこしこと。そしたらですね、小さな鱗みたいな汚れも取れるんで、これで OK。 それじゃあ丘にのぼして、まず頭を、ここ切って、で次お腹を割っていきます。でクパーッとでエラのとこ包丁入れてカッツで、頭と内臓を一緒に、取れませんでした。じゃあ頭を取って、内臓を出していきます。内臓をね、内臓をつってこれ、うんちがいっぱい出てきましたけれども、で内臓はこんな感じで、これは多分肝臓かな。で胃とかです。あとうんちとか。はい、じゃあこちらのお腹をきれいに洗って、で3枚におろしていきます。松岡さん方式で頭から背中から一刀両断ですね。でシャーッと中まで包丁入れて、で返してお尻側一気にいきます。結構脂乗っとんか知らん、包丁が重たいですね。で中までいったら包丁をケツ通して、で引く。でこっち
でここも切って、はい、でオープン。おお、でもめちゃくちゃいいかって言われたらまあぼちぼちですね。たださばきはめちゃくちゃうまくできました。自分でもびっくり。で半分は寝かしておきます。で大事なのは骨をつけたまま、要はね空気に触れない方がいいから。はい、これで OK。 ちなみにこの刺身は昨日取れたソーダガツオです。めっちゃうまかった。はい、じゃあカマを取って、で次お腹をすいていきます。シャーってやって、シャーってここですくうように。もうね叩きの時は少々腹膜のことってもいいそう。よし、これで OK。 でお腹周りはねちょっと分厚いですね。だからすきやすかった。はい、で血合い骨を取ったらおばあちゃんを振ります。ほんまはねなんか粗塩とかが良かったんですけど、味塩最強なんで、僕結構食べ比べしてね普通に味塩いい塩にあんま劣らないなって思いました。それじゃあこのことちょい焼いていく。はい、じゃあコンロを置いて、はい、でこちらのですね1年前に買った藁これが引いていきます。どれぐらいとか全然分からんけど適当に。で網乗っけて、でサーラを並べていきます。皮目から焼こう。はい、じゃあ着火はい、じゃあ気を取り直してバーナーで焼きます。おーへぼい。想像しとった藁と違う。いやめちゃくちゃバチバチいってうまそうです。で片面焼けたら返していきます。わっ見て見てこれくそうまそう。ほらめっちゃうまそうにできた。もう焼き魚になっていってるけど裏は軽めにやります。よし OK。 はい、これでわら焼きザーラの完成。そしたらバットをしてこちらの超うまそうなサーラ切っていきます。おお、わあめちゃくちゃ完璧にできた。はい、じゃあこんな感じで切れました。一つねちょっと味見したいと思います。めっちゃうまい。そんなないかと思ったらめちゃくちゃ油すごいし、で藁の香りそれがすごくいいのよ。はい、じゃあご飯準備して、でサーラを並べていきます。でここに僕が作ったネギ塩だれをのせる。はい、というわけでこちら浜湯特製わら焼きさわらの塩たたき丼です。完成。はい、それじゃあ小通り。はい、それではいただきます。おー、わらのすっげえいい香りがする。はい、じゃあネギだれをのせて、で豪快にいただきます。いざ。うまっ。もうね口の中で食べた瞬間にわらの香りが抜けて、油たっぷりのなんだわら焼きざわらこれがネギ塩だれといい感じに相まってね、タン塩にレモンとか出てこないけどなんか脂っこいものにこうさっぱりとね食える。でまたご飯が合うんですよこれで。このネギ塩単品だけあ、無理、ご飯絶対いる。うまっ。ようけ取れたら嬉しいな。いやほんまうめえ。香りがいい。わらけってこんなうまいんやん。最高。はい、それじゃああとはゆるりといただきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いやー昨日3連発漁だったんですけれども、タイが取れずに、タイはね秋になったら取れるかもしれない。サワラが今年も少なそう。多い時はね20分ぐらい取れる時もあるんですけど、今年はダメなようでした。しばらくはスズキ漁なりハギ漁なりやっていきたいと思いますので、これからもチャンネルをごひいきによろしくお願いいたします。それでは、See you next time! バイバイ。